飯旅 Season 5今回の飯旅は石狩熱田界隈受験です。それでは早速 Let's get it started 1. Atsuta Ripple 熱田にある美味しいピッツェリアリップルさんに久々の訪問。札幌からドライブにちょうどいい距離なのよね。今日はいいお天気、ちょうどいい気温。ってことはなんと案の定まちまちあっぱれ16組、だいたい待ち時間144分ですって。すんご144分だって普通ならスルーするんだろうけどね、飯旅路の場合食べなきゃ仕事にならないんでね、気長に待つのであります。まあすっごいお天気の日曜日だったんで日も悪かったかな。かもね。でもやっぱりここは晴れた日に伺いたいんでね。ってことで2時間あるなら待ち時間を利用して別の店へ行ってみたもん。まさかのこちらも10組待ち。チン見たもんってことで結局リップルさんへととんぼ返りと相なりました。ってことでやっとこさピザにありつけます。今回はジェノベーゼを注文。このピザは小ぶりだけど食事としては1人1枚食べきりにちょうどいいサイズ。おやつ的には2人でシェアすればペロッと軽くいけるのでいいよね。さっくりもっちりの相変わらず美味しいピザでしたとさ。美味しかった。 2. Hanakawa Chuka Shoryu 視聴者さんからタレコミのお店でございます。あんかけ焼きそばが美味しいよってことでやってまいりましたよ。タレコミありがとうございました。カウンターには矢沢グッズがいっぱい。多いっすね。マスター矢沢ファンのお店。やっぱりマスターリーゼント？さすがにリーゼントではなかったような。そこは見とかないとさ。させんってなんでよ。こちらは働く父さんたちに大人気ね。辛味ラーメンや麻婆ラーメンを皆さん食べらっしゃる。Tabarashal ランチ限定サービスで麺大盛り、小ライス、ソフトドリンクから好きなものをお一つどうぞってのがあってね。おお、そりゃいいね。でしょう。働き盛りの父さんたちはラーメンライスが鉄板のようです。そりゃそうさ。はい、あんかけ焼きそば、スープもおかわりできちゃうってすんごくない？すっげえ。あれ？しかし残念ながらうずらが乗っかってないじゃないか。そうなの、ノーうずら No とほほでしょ。でもホタテとエビがいるので元気出して。ほなしゃあないか。うずらなしは残念だけど海鮮の旨味あふれる甘ったるくないしょっぱくない美味しいやつ。すべてがバランスよくちょうどいい塩梅。麺の焦げ具合、あんの硬さが素晴らしい。これはあんかけ焼きそばランキングトップ5入賞間違いなしのやつっす。おー、いいね。ブラボー。 Bravo おめでとうございます。ありがとうございます。 3. Hanakawa Ramen Shingen 新築移転して新しくなった信玄さんに初見座。本店はちょっと遠いのでね、まだの方のためにちょこっとインフォメーションね。はい、信玄さん立派になっておりましたよ。駐車場は30台はあろうかという広々サイズ。多かったんだね。信玄さんといえばやはり味噌でしょうが、信玄さんの味噌は卒業。おいちゃんにはちょっと甘くってね。ってことで今回は醤油をいただこうとやってまいりました。相変わらず大人気でございますが、土曜の夕食時ながら15分ほどで入れましたね。はい、立派になってラーメン屋のライブ感はなくなりましたが、広々とした店内にはゆったり30人入れるくらいかな。受付システムが導入されたので車で待つこともできるのは嬉しい。いつも南六条店はどえりゃ行列なので、ドライブ給油コストコがてらこちらの新しい本店へ来てみてはいかがでしょうか。次回は塩に挑戦ね。ニューヨーク Ishikali Banya no Yu 石狩遊び市帰りの人たちでにぎわう番屋の湯さん。温泉がすごい綺麗なダークラムのような褐色で、浅いところは綺麗なオレンジ色、深いところは赤みを帯びててね、相変わらず惚れ惚れする美しい温泉でございました。
太陽光が反射してめちゃめちゃ美味しそうなお湯、ずっとうっとり眺めておりました。ねえ、温泉のお湯を撮影したいなんて思ったのは初めてですよ。綺麗だった。湯煙と湯面の輝きのコントラストが幻想的で最高でした。この温泉にいつも浸かれるカピバラちゃんが羨ましいわ。ねえ。 5. Ishikali Soup to Bread. 番屋の湯のすぐ前にござるメシタビーズの大好きなパン屋さんの一つ。ここも視聴者さんに教えていただいたお店だよね。情報ありがとうございました。ありがとうございました。ここ自己主張してないお店なので見つけられないかもってくらい自己主張していないお店なんです。そうなんです。看板がほぼ見えませんのでね。だけど今は大人気になったんで大概行列になっててすぐわかるっしょ。そうね、オープンの11時に行ったけど10人待ちくらいだけど30分くらいかかったね。そうそう、皆さん買うどんだけ買いますのってぐらい両手にごっそり持って出てくるよね。だから私たちが買う場合にはあんまりもう残っていませんでしたね。そうなんだ。お目当てのクロワッサンもこれも今回はなくて残念だったけど、やっぱりどれも固めで美味しかったね。こっち方面に来る口実の一つ。Soup to breadだ。 6. Today's katsu curry. Ishikali Meshi Yakalaku. 複数の視聴者さんのタレコミがあって楽しみにしていたお店ね。びっくりしましたね。こんなところにこんなお店があるなんて知りませんでした。情報をいただいた視聴者さんありがとうございました。ここらは物流センターが立ち並ぶ倉庫街、トラック野郎だらけなゾーンなのですがねえ、いろんなジャンルのお客さんだらけでびっくり、ね、ここのカツカレー爆盛り注意みたいな表示があったからビックビックしてたんだけど、そんなんでもなかったので胸をなで下ろしました。だけどもとんかつがすごかったっす。カツ厚これ200から220万っていったところでしょうか。さすがはお肉屋さんのカツカレー。カレーに入ってる牛すね肉がホロホロでカツはいらねえぜってくらいの肉充実感。カレーはちょっとやっぱりおいちゃんにはしょっぺえんだけど、きっとこれでも物足りない人が多いのかなって感じかな。なんで？いやソースかけて食ってる人が結構いたのさ。マジで？現場仕事の父さんたちがいっぱいでしたね。常連っぽい作業服の兄さんたちがこんな混んでんの初めて見たぞって漏らしてたけど、入れなくて呼び出しベルで皆さん車で待機して、おいちゃんも11時半頃行ったんだけど30分ぐらい待ったかな。なんとレンタカーでインバウンドまで来るんですって。びっくり。和牛が安く食べれるっていうのを嗅ぎつけたのかな。いやマジステーキ美味しそうだった。牛は焼いて食べたい派の私にはよだれダラダラの時間でございました。国産牛サーロイン1500円ってやばいよね。これがどんな実力なのかぜひ近日中に食べに来て確かめようと思います。行く行く。 Let's go. 7. Hanakawa Marubeni Enaji Selfland. 飯旅号のメイン給油はこちらね。いつもこの界隈じゃ最安値だと思っていたんですが、はい間違ってましたね。この界隈じゃなくて日本全国的に見ても最安値なんじゃございませんかね。安い。北海道帰ってくるとガソリン安くて助かる。だからいつも混んでて大概車列ができてますが、でも最近拡大して給油マシン増設したんでね、だいぶ緩和されてきましたね。丸紅さんは市内にも何か所かあってどこも安めだけど、やはりここが一番安い。8. Ishikali Hokkaido Sozai Kikaku. 視聴者さんのタレコミでメシタビーズ珍しく惣菜屋さんに参上。コスパ良すぎな人気店ということでね。噂通りだわ。店舗前には車がずらり。大人気の様相。揚げ物60円、チャーハン100円、カレー、あんかけご飯、焼きそば300円、普通の焼きそば150円などなど。安っ。100円チャーハンは米の高騰でも値上げせず気張っていただいているようですよ。これはスーパーの弁当買ってる場合じゃないっすわね。
チャーハンとコロッケ2個でまあまあお腹いっぱいになって、トータル220円だからね。安っ、考えられへんね。チャーハン珍しい味付けで美味しかった。ごま油風味が好きな感じ。でもさ、なんで2個ともコロッケにしたの？だってあんたコロッケ好きでしょ。好き。9. Atsuta Diamond Pearl. やっぱ晴れた日はここに寄らないわけにゃ参りません。ワンで紹介したリップルさんが2時間20分待ちだったので、お茶でもと思ってやってきましたが、なんとこちらも10組待ち。まあ2時間以上あるから行けるっしょとちょっと待ってみるも、待てども待てども呼び出しは来ず。まさかの2時間が経過ってことで、待ちキャンセルでリップルさんへという、なんということでしょう。なんかいつも相性合わないんだよね、ここ。っていうか、そんだけ人気店なんじゃない？ああ、そういうことか。うん。残念だ、今年もここではノーダバだ。3回目のチーンだよ、これで。なんでだろう。なんでだろう。せっかくの素晴らしいお天気なのにね。夕日綺麗だったろうな。ねねバポ、今度の選挙でさ、自民党が自滅して大敗したら輝ける日本は取り戻せるんかな。それが一筋縄ではいかないと思うよね。国会議員数が多すぎるんだよな。食べログみたいに国会議員ログみたいなのを作ってさ、評価 3.5 を維持できないと議員失格みたいな制度欲しいよね。いいね、それ。ふんぞり返りじじいは全部さよならだね。間違いない。早くやった方がいい。それやるやろ。どうやって？ 10. Hanakawa Minami La Porta. こちらも視聴者さんおすすめのレストラン。何度も来たんだけどいつもいっぱいで入れませんでした。なので今回はちゃんと予約してディナーにやってまいりました。久々のフレンチレストランなので、数ヶ月ぶりに靴履きました。はい。もう普段からちゃんとして。ポトフがメインのお店ということでどなんかなと思っていたのですが、メニューを見るとあらま、ブイヤベースがあるじゃないですか。ブイヤベース。こんな値段でブイヤベースが食べれるお店はそうそうありませんよ。もちろん具には高望みしません。なんたって1550円だ。ねえ、ありえへん値段。スープカレープライスのブイヤベース。カレーとサワラ、ムール貝かな。ホタテの違いがゴロゴロ入って、エビが入ってるとだいぶ見栄えはいいんだろうけど、あえて入ってませんね。いいんです。このブイヤベースのスープがおいちゃん大好きなんでね。もしエビが入ってると2000円くらいになっちゃって気軽に食べられないっしょ。1550円でこれの方がいいんです。そしたら気軽に来れるっしょ。確かにポトフも具沢山で食べ応えある。ソーセージが美味しい。ああ、美味しいソーセージだね。なんか憧れる。ビーフシチューもフリカッセも食べてみたいよね。ねえ、また予約してこなきゃね。ちょっとおしゃれしてディナーっぽくって時に使い勝手のいいフレンチレストランだね。おしゃれって靴履くだけ？そういうこと。 Jikano Meshita Biwa Gachi Day Mata Tabathai Sapporo Te Nakaiwai Death O Tano Shimi Ni See you soon. もうすぐ参議院選挙ですね。はい。なんか選挙多いですね。なんか選挙だらけで結構自民党大敗ってきてるけど、今回もまともに言ったらもう自民党は大惨敗する予定だけども、ちょっときな臭い匂いがしてきてますからね。八王子市議選にしても東京都議選にしても、ちょっと怪しい動きがね。あ、そう。選挙のその集計をちゃんと管理するシステムがさ、要するにそっち側で集計するから、アメリカの大統領選の時もね、バイデンの票が最後に突然ボコーンって入ってトランプ負けたってなったんだよね。そっか。ああいうのが日本でも起こってしまう可能性がちょっと出てきてるなっていうね。でもさすがにそれやったらもう。でも日本人はおとなしいから暴動にならないからね。そうか。とん
んでもないんだよ。だから政治の世界にとぐろ巻いてるやつらっていうのは、だから今回も深田萌ちゃんもね暴きまくってる女性たちがね、だいぶいじめられてんだけど今、怖いよ。もうあいつらがやってることはむちゃくちゃだっていうことは分かりきってることなんだけども、それを変えられずにずっとここ30年来たわけだよね。だから今回の選挙を機に何か変わればいいねっていうことなんだけれども、ただそのわざわざ連休にね投票日を当ててきてるのがまた臭いんだよこれ。期日前投票をさせて、期日前投票は操作しやすいってことでね、まあ疑い出したらキリがないんだけど、そうね。でもその選挙を、その政府側じゃない人間が集計しないと、まずいと思うんですよ。だからイオンのレジのおばちゃんに頼んだらいいんじゃないかなと思う。はい、自民党ピッ。ほんとそれがいいな。自民党ピッ。平和だね。セルフレジで。そしてその投票カード全部保管して、再集計した時、その操作した時に後で絶対バレる罠をいっぱい仕掛けないと、それがもしバレたら責任者はぐらいの極端なことをやらないと絶対起こる可能性が出てくるんで、だから俺がそこら辺に入れたら絶対罠を仕掛ける。お兄さんいつもこんなこと考えてるんです。悔しいじゃないか。だってみんな税金納めてさ、もうそういう時代は終わりにしよう。イオンのおばちゃんに助けてもらおう。地方も警察も全部そっち側だからね、訴えてもねひっくり返される可能性がっていうか大概今までそうなってきてるからね、こんな時に山さんがいてくれたらね、山さんに頼もう、山さんならきっと俺たちを裏切らないと思う。七曲署の人たちはきっと何とかしてくれるはずだ。そうだ、七曲署を探さなきゃ。怪しいやつ一人もいないからね、七曲署には。そうね、まっすぐすぎてみんな恐ろしい人もいて、山さんに怒られるからね。君は何言ってんだ、けしからん。いいね、そういうのがいいね。そうです。